はい、皆さんこんにちは。カレーブレッドでございます。今日はですね、先日、こちらの私の納車された新しい車、アップ GTI の紹介動画になります。はい、前回見ていただけた方であればもうスペックなどはね説明させていただいたんですけど、もう一回説明させていただきます。こちらの車はですね、フォルクスワーゲンのアップ GTI、1リッターの厳密に言うと 999cc の3気筒直噴ターボエンジンを積んだコンパクトな、ホットハッチになります。で、車重が、ちょうど1トンで、馬力が116馬力、最大トルクが、200ニュートンあります。で、全長がですね、ちょっと忘れましたけど国産車でいうとトヨタのパッソ、あれと同じぐらいのサイズ感の車になります。なので本当にスモールホットハッチですかね。セグメントでいうと A セグメントのサイズの車になりますね。こちらフロントになります。これですね、納車時に気づいたんですけど、ここの角度から見るとなんかおにぎりみたいですねなんか三角形で可愛い感じになってるなと思って。で、フロントの周りがこんな感じです。フォルクスワーゲンの大きいバッジが真ん中にあって、でこちらに、GTI という、バッジが入ってて、その GTI を象徴しているこの赤いラインがこう入ってますね。はい。でフロントからこう順番に説明していきますと、これヘッドライトになってます。ただですね、なんとこの車、メインのここのヘッドライトがですねハロゲンなんですね。ハロゲンが標準になってて、この車をね所有している方であれば LED に変えたりとか、HID よりは LED に変えられてる方の方が多いと思うんですけど、僕もそのうち LED に変えたいなとは思ってますね。でなんでかっていうと、ここハロゲンなのにここのなんかなスモールライトっていうのかな、ここは LED なんですよ。でこのウインカーはハロゲンかな、電球ですね。でこちらフォグがあります。このフォグもハロゲンですね。はい、といった感じで、ざっくり、フロントのデザインは、こんな感じになってます。続きまして横のデザインですね。国産車でいうとね、どことなくこうアルトワークスみたいな雰囲気がありますよね。で、GTI なんで、下にこういう黒いラインが入ってて、であとここに、GTI のバッジが入ってます。で、こちら前回の納車の動画でも、言及したんですけど、こちらはなんと電動格納ミラーではなく手動になってます。しかもですね、ここまで格納ですね。もっとピタッと、格納するわけではなく7、80度ぐらいの、アングルなんですね。僕の愛車の、コルベットね、あっちも、手動の格納ミラーなんで、僕はそんなこの辺は気にしないです。でこのアップ GTI なんですけど3ドアなんですね。なんで、ドアがかなり大きくてですね、で本国ではアップ GTI でも、5ドアのモデルがあるんですけど、日本ではその3ドアしかインポートされなかったということらしいですね。そこはなんかスポーティー感をより出したかったっていう風に、インポーターの方が確か言ってるのを動画で見たことがあります。ただやっぱりその3ドアもかっこいいんですけどね、5ドアだと後ろが乗り込みやすいとか、3人とか4人で乗車する場合はそっちの方が便利だったなと思うこともあります。で次、こちらのホイールとタイヤのセットですね。実はですね、このホイールはフォルクスワーゲンの、バッジは入ってるんですけど、このアップ GTI の純正ではないんですね。実は純正はですね、17インチ1954017という、このサイズ感にしてはかなり大きい、大口径のホイールを履くんですけど、ネットでレビューを読んでると17インチは結構やりすぎだっていう方が結構多くてですね、僕が履いてるのはこのフォルクスワーゲンの16インチなんですけど、それぐらいの方が、乗り心地だったりとかいいんじゃないかなと思って、この
辺に関してはですね、ディーラーの方にお願いして変えていただきました。というのもですね、もともとこちらの車を市場で見に行った時は、レイズのですね車外のホイールを履いてたんです。ただそのホイールがですね個人的にはそんなに好きじゃなかったというのもあり、こっちの純正の方がね好きだったんで、こういった形のホイールに変えてもらいました。17インチの状態での乗り心地は確認はしてないんですけど、現状この状況で乗ってる分にはものすごくいい感じです。いい感じの足回りをしてるんじゃないかなと思ってますね。でですね、赤く塗られたブレーキキャリパーが入ってて、フロントはディスクブレーキになってるんですけど、リアブレーキはなんとドラム式っていう風な感じの車になってますね。はい、今リアに回ってきました。リアのデザインはこんな感じ。アップといえばこの形ですよね。ただ意外とやっぱり普通のアップとアップ GTI は結構デザインがやっぱ違ってまして、アップ GTI はかなりスポーティーな仕様になってる形ですね。でまず、ここが黒色のリアスポイラーが、ついてまして、こちらに GTI のバッジがあしらわれてます。でお決まりの大きなフォルクスワーゲンの大きいバッジで、さらには、GTI のこの赤い線ですね、赤いラインがあしらわれてます。でこちら平成27年度燃費基準達成者っていうステッカー貼ってありますけど、まあこれは個人的にあんまりかっこいいとは思わないので、割と近いうちに剥がすと思います。で給油口ですね、給油口はここで普通に開けて、エンジンかける時のキーと同じキーをここに挿して、給油口を開ける仕組みになってますね。この車はですね、ここに、このバイザーが後付けで、取り付けられてますね。一番最初のちょっと文字が読めないんですけど、なんとかリムエアって書いてますね。メイドインジャーマニーなんでドイツの、ブランドの、こういったものが、ついてます。僕これやっぱついてるとですね、便利な時もあるし、ちょっと雨の日でも少しだけ、ウィンドウを下に下げられるっていう、メリットもあるんで、個人的には気に入ってますね。ということで、次は内装を紹介していきたいと思います。まず内装のこのドアを見て、まず目に入ってくるのがですね、ここがもう鉄板なんですよね。これはおそらくですけど外装の色と同じ色なんじゃないかなと思います。アップ GTI には、他に3種類カラーがありまして、これは白なんですけど、他に黒、赤、もう一個がシルバー、グレーメタリックみたいなシルバーがあります。おそらく赤の車だったらここも赤いんじゃないかなって思ってるんですけど、他に所有されてる方はどうでしょう。そうなってますでしょうか。ドアのオープナーですね。でここにあるスイッチとしては、このミラーの角度を調整したりとかするやつと、ロック、あとウィンドウ開けるですね。ただこのウィンドウを開けるボタンは、もちろん電動なんですけどオートパワーウィンドウではないので、一番下にねこのウィンドウを下げたい時はずっと押し続けないといけない、そういった形になってます。若干不便を感じる時はあるんですけど、そんな別に嫌なほどでもないという感じですね。でここにちょっと小さめの物置スペースがあって、今のところ僕はこういうサングラスを置いたりとか、ここなんかこう丸くなってるんで、見えます？丸くなってるのでここにペットボトルを置いたりしてます。で、こちらここに GTI、ここにもこういった、パーツがあしらわれてますね。では乗り込んでいきましょう。はい、乗り込みました。これは前回の納車ビデオでも言及したんですけど、このハンドルはですね、多分この当時の年式のゴルフだったりポーだったりと結構共通のハンドルという風にネットで読んだことはあります。例えばこういった赤いステッチがGTI 専用であしらわれていたり、ここに GTI のバッジが入っていたり、ここはですねインフォメーションですね、あっちのスピードメーターの方の、燃費だったりクーラントの温度だったり、オドメーター A トリップ B トリップとか、そういったものをここで切り替えられるようなスイッチがついてます。でここには、音量調節ですね、オーディオの音量調節だったり、次の曲、前の曲とか、再生
停止とかね、そういったオーディオのシステムをここでハンドルの上で、コントロールできます。で次にオーディオシステムとか、真ん中のこのパネルですね。まずこの車にはナビがない代わりにここに携帯ホルダーが自動で、最初からもう入ってまして、ここにお好みの携帯を、設置して、後ろにですね USB を挿すところがありますんで、このようにつなげるとこの携帯を充電できます。あとはこれをつなげることによって、ここのオーディオシステムとねつながるようになってるんで、これでこの携帯に入ってる音楽が再生できるようになります。僕この携帯はですねもうずっと置きっぱなしにしてます。というのもこれ iPhone6S っていうだいぶ古い型で、家の中で転がってたんで、これをもうこの車専用にしようと思ってで持ち出しました。でこのパネルはですね、まずこれがですね、この車アイドリングストップがついてるんで、それをオフにするボタン、これは前の、曇った時につけるやつですよね。はい。でこれ後ろかな、後ろの方かな。僕後ろが曇った時、いまだにねこれとこれの違いごっちゃになるんですけど、おそらくこれは後ろだと思います。でこっちは前が曇った時の、風を出すやつですね。で、前席前の席って意味ですけど、ここに、シートヒーターのボタンと、こっちもシートヒーターのボタンがあります。でこれハザードですね。でこのパッセンジャーエアバッグ、これね黒い刻印みたいになってるんですけど、ちょっとこれよくわかんないですね。別にこれ押せるようになってるわけじゃないんで、あんま気にしてないです。で、この辺がエアコン、基本的にはオートフルエアコンなんで、ここで温度を調節したり、こっちで風量を調節したりしますね。はい。この車の、醍醐味といえばこの6速の、マニュアルトランスミッションが、入ってるっていうことになりますね。このマニュアルはですねこんな感じで、ストローク自体はそんなにショートではないと思います。でただこうコクコク入っていく感じですね。なんでシフトのフィーリングとしては結構いい感じだと個人的には思ってます。でリアに入れる時はこれを上からグッと押し込んでこうですね。これで今リアに入ってますねという感じです。ちなみにこの車の鍵はですね、こんな形をしています。ロック解除、ラゲージのドアを開けるボタンですね。で、この車はですね、プッシュスタート式とかではなくて、このように、鍵を差し込む形式になってますね。ここに、鍵を差し込んでエンジンをつけるタイプになってます。ただね、これ夜になるとすっごい見にくいんですよね、ここが。どこにあるかが本当わかんないぐらいです。ここにね、もっとわかりやすいイルミネーションとかがあったりするとよかったんですけどね。はい。仕方ないですね。ここですね。アクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチの、3ペダルになってますが、フットレストがね、ないんですよ。で、このフットレストがないことに関しては、後付けできるそうなので、割ともう早めにフットレストをつけたいなと思ってます。こちらのシートの柄なんですけど、タータンチェック柄になってまして、これはですね、GTI の、伝統の柄、パターンになってるそうですね。形がですね、ちょっとこれバケットシートになってるんですよね。で、これはこれでいいんですけど、僕ここにですね、カメラアームつけて、ここにカメラを置いて、撮るのが好きだったんですけど、このモデルはできない仕様になっております。フロントにはこういったグローブボックスがありますが、僕の場合車検証入れてるんで、これでほぼフルの状態ですね。はい。ここもなんかね、狭い。多分カードとかコインとかを入れる、グローブボックスの一部だと思います。で、この車の場合はここに ETC が入ってます。ちなみに僕 ETC ですね、前回のオーリス売ったんですけど抜き忘れてしまって、紛失届出しましたディーラーで気づいて、それこの間納車の時にってなってですぐに自分の使ってるクレジットカード会社に電話してですね、停止してもらいました。どうでもいい話ですね。上に行きます。サンバイザーがありますが、この鏡はないですね。そのあたりは本当に必要最低限のものをみたいな感じになってます。でこれがルームライトですが、これ電球ですね。 LED じゃないですね。はい。でこっちはどうだ。こっちはガラスがあるんですね。ただライトはないですね。
はい、今後ろに回ってきました。後ろのスペースもですね、これ今ちょうど僕の、シートポジションに合わせてる状態なんですけど、正直広くはないんですけど、僕が以前乗っていたミニクーパーとかね、SV16 っていう型やったんですけど、それよりはねスペースある感じです。このように腰掛けた時にですね、ギリげんこつが1個入るぐらいなので、そこまで苦ではないかなっていう印象ですね。あとはこの、前席の、シートの下に、スペースがあるんで、こんな感じで足が置けますよと風になってるので、僕身長170センチぐらいなんですけど、僕ぐらいの身長の方だったら後ろも全然、乗れるんじゃないかなと思います。ただですね、問題としてはやっぱりこの後ろのシートはですね、リクライニングしないんですよ。直角とは言わないんですけど、もうちょっとリクライニングできると多分後ろの方は楽だったのだろうなと思いますね。なんでひょっとしたら後ろは長距離きついかもみたいな感じはしてます。ただ基本的に僕はこの車今のところ一人でしか乗らないので、今のところはそんな問題にはなることはないですね。であとこのヘッドレストがこう上に行くので、これぐらいは調節できますよといった感じ。ここの真ん中には、カップホルダーが1個ありまして、でこのサイドにもね、ここと、こっち側のにもカップホルダーがあります。ということで後ろはこんな感じです。はい、じゃあ最後にですね、後ろのラゲッジスペースを見てみます。アップ GT はですね、ここにボタンがありまして、これを押すと開くようになってます。はい、こんな感じですね。はい、今ちょっと僕のカバンとかが置いてありますが、ラゲッジスペース的にはこんな感じ。1人2人ぐらいのね買い物だったり、旅行も全然行けますね。ここにはですね、こうショッピングバッグなりを引っ掛けるところがありますね。であと今このトノカバーはついてるんですけど、これはもちろん外すことが可能です。これはですね、実は多分おそらくオプション品だと思うんですけど、マットガード的な感じですね。でこれを外すことができまして、外してですね、でこれをこうやるとですね、ほらかなりね深さができるんですね。なんでよりこう荷室容量が増えるという、形になってます。でなおかつ2列目のシートを倒すことによってですね、こんな感じで広がります。でこの 2列目を倒してる状態であれば、ここをこのように、上にやるとですね、こんな感じでフラットになります。なのでこの状態だとかなり2人のキャンプまでだったら全然僕はいけちゃうなと思ってますね。ただここの上で寝るのはちょっと厳しいかなって感じですね。かなり丸まったらいけるかもしれないですけど、僕はやるつもりはありません。はい、ということでですね、今回はですね、フォルクスワーゲンのアップ GTI ですねの外装と内装を紹介させていただきました。またですね、走行編動画作りたいなと思ってますんで、またよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。